京都の春の兆しはここから始まります。北野天満宮。平安の昔、正装の中で太宰府へと左遷された学者菅原道真公を祀るこの社は、千年の時を超えて都の記憶を今に伝えています。境内に漂うのは春の訪れを告げる梅のほのかな香り。見頃を迎えた早咲きの梅を昼の柔らかな陽光の中で、そして夜の幻想的な明かりの中で巡ります。すごい綺麗だね、梅。合わせて季節を映した和菓子やおすすめのお昼ご飯、静かな喫茶のひとときもご紹介します。
北野天満宮の梅園の中で、上七軒の老舗の和菓子屋、おい松の和菓子を購入できます。みたらし団子などの他に、この和菓子、観光餅はこの季節でしか売っていないものです。味をわかりやすく言うと、梅味のボンタン飴風でとても美味しいのです。柔らかくてもちもち。気がつけば完食しています。てっぺんまで登っていきます。まだよ。もうちょっと。いいでしょう。見事に成功です。ありがとうございます。皆さん一緒に手拍子お願いしていいですか。太鼓と合わせていきましょう。せーの。はい。よいしょ。平安の都に一人の学者がいました。その名を菅原道真。学問に優れ、政治にも才を発揮した彼は、やがて右大臣にまで上り詰めます。しかし、その栄光は長くは続きませんでした。政敵であった藤原時平の讒言により、道真は無実の罪を着せられ、都を追われ、遠く太宰府へと左遷されてしまいます。都を去るその日、彼は庭に咲く梅の木を前にこう読みました。こち深場、匂い起こせよ梅の花。主なしとて春を忘るな。
春の風が吹いたなら、どうか花を咲かせ、香りを届けておくれ。主人がいなくなったからといって、春を忘れてはならない、という意味です。主を失ったその梅は、一夜のうちに根を抜き、遠く太宰府まで空を飛んでいったと伝えられています。これが飛び梅伝説です。やがて太宰府の地で、道真は無念のうちに世を去ります。その後、都では落雷、疫病、そして不審な死が相次ぎました。中でも、道真の左遷に関わった藤原時平の急死、さらには清涼殿への落雷によって、藤原政権の中枢にあった公卿、藤原清綱が命を落とすなど、朝廷を揺るがす災悪が続きます。人々は次第にこう考えるようになりました。これは道真の怨霊によるたたりではないかと。怒れる霊を鎮めるため、朝廷は道真に天満大自在天神であるという信号を送り、神として祀ることを決定します。ここに学者菅原道真は雷を司る神、天神となったのです。その霊を鎮める地として選ばれたのがこの北野の地でした。この場所には古くから雷神を祀る社、火の御子社が存在していたと伝えられています。雷と火を司る神が宿るこの土地は、怨霊を鎮めるのにふさわしいと考えられたのです。こうして、この地に創建されたのが、北野天満宮。怨霊を鎮めるための社は、やがて、学問の神を祀る社へと姿を変え、今もなお、受験生や研究者たちの祈りを受け止め続けています。わざと失敗させてるんじゃないのか、そんな感じだったんですが、もし失敗でもわざとですね、じゃあ、真剣に、自販機とかがある。境内の中ほどに現れるのが重要文化財にも指定されている三光門です。その名の三光とは太陽、月、そして星を意味するものとされていますが、この門には不思議なことに太陽と月の彫刻はあるものの、星の彫刻が見当たりません。このことから別名星掛の三光門とも呼ばれています。こちらが朝日を表す太陽。そして夕日を表す太陽です。さらに、うさぎの彫刻に挟まれて輝くものが月、三日月です。星の彫刻が見当たらない。その理由は、かつての都の中心、太極殿にありました。平安京の中枢、太極殿からこの三光門を見通した先に位置するのが天の中心を示す北極星。それは星が欠けているのではなく、門の正面に広がる天そのものを星として取り込むことで完成された意匠であったとも考えられています。すなわちこの門は建築の中に空という無限の風景を取り込む日本庭園の借景にも通じる発想によって初めてその姿を完成させるのです。
刻まれなかった星は今もなおこの門の向こう静かに天に輝いています。あれは白あれが獅子？北野天満宮の大鳥居前にある人気の豆腐料理店豊受茶屋でお昼ご飯をいただきます。このお店は明治創業の老舗豆腐店豊受屋山本が営んでおり、国産大豆を使った出来たての豆腐料理を味わえることで知られています。北野天満宮の参拝後に立ち寄れる定番の食事スポットとしても人気の一軒ですが、お昼時には行列ができることも。比較的スムーズに入店したい場合は開店直後の時間帯を狙うのがおすすめです。エリポンが数あるメニューの中から選んだのがこの豊受丼です。こちらは突き出しのごま豆腐ですね。そして京都といえば忘れてはならないのがこの七味。ここの七味は山椒がよく効いた京都人の好みのものです。ついに豊受丼がやってまいりました。美味しそうです。それから漬物もありますね。それからこれはきゅうりの酢の物的なもの。そして湯葉もついていますね。湯葉も味わえます。梅の形のお麩、そしてお豆腐、そして下にはご飯、九条ネギ、そして椎茸ですね。甘辛く炊いてあります。お味は七味をたくさんかけると
和風の麻婆豆腐のような感じでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹にも優しくて大満足。今出川通りを東に歩いていくと、レトロな雰囲気が漂う喫茶店、静かが見えてきます。昭和12年創業。この店はかつて京都最古の花街、上七軒の芸妓だった静香さんによって始められたと伝えられています。花街の文化が息づくこの界隈で、人々の社交と憩いの場として歴史を重ねてきた一軒、モザイクタイルの床、すりガラスの扉、アンティークの家具、列車のようなボックス席、ベロアの椅子、まさに昭和のタイムカプセルという言葉がぴったり。お腹はいっぱいなのですが、名物のフルーツサンドと香り高いブレンドコーヒーをいただきます。だってコラボしてるから。いらっしゃいませ。
今日は2月25日、菅原道真公の命日の梅花祭です。北野天満宮では神様にお茶を献上する献茶の儀が執り行われます。その後、野立大茶会が開催され、観光客にもお茶が振る舞われます。献茶の儀の神事は、お茶を神前に捧げることで感謝と祈りを表す日本の伝統的な儀式です。茶の湯は単なる趣向ではなく、精神修養と礼節の文化として長い年月をかけて受け継がれてきました。本日茶を立てるのは京都上七軒の芸妓さんです。京都の伝統文化を担う存在として、その所作一つ一つに美意識が宿ります。人に供される茶会とは異なり、献茶の儀では供物としての静けさが重んじられます。神前に供えられる一碗のお茶、そこには学問の神として知られる天神様への感謝と敬意が込められています。これをもちまして、梅花祭献茶の儀、執り行います。飲食以下、会下。So group C and D here, thank you for listening. So we have the two styles of drinking matcha. First one is this one, Zare style. This means, traditional style. Seated on the floor. 神事の後、境内では野立てが開かれ、上七軒の芸妓さんたちによる一服のお茶が和やかなひとときをもたらしてくれました。梅花祭の一日を静かな余韻とともに楽しむことができました。さて、北野天満宮の梅はいかがだったでしょうか。地元の特権で、実は私、何度か足を運んで撮影に挑戦したんです。でも、自然の移ろいって本当に一瞬、最高の一枚を撮る難しさを改めて実感しました。そうそう。去年の入園料は1200円でしたが、今年はコラボの関係で3000円。
正直もう少しお手頃だと嬉しいですけど、その分今しか見られない特別な景色が広がっていました。梅園の見頃は例年3月中旬頃まで。でもここ北野天満宮は梅だけではありません。初夏のみずみずしい青もみじ、秋の錦織りなす紅葉、そして毎月25日の華やかな縁日や人々の願いを受け止めるなで牛。花の美しさだけでなく人々の祈りと暮らしが息づくこの場所で、あなただけの特別な季節を見つけてみませんか？最後までご視聴ありがとうございます。これからもたり旅チャンネルらしく、日本各地の旅の記録や地元京都のディープな魅力をお届けしていきます。もしよろしければチャンネル登録をして、私たちの旅の続きを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。